はい、どうもシュウペイです。今日はですね、シルエットで描くという動画を撮りたいと思います。どういうことかと言いますと、外でスケッチをするときに全部描けないことがあるんですね。例えばスーパーに行くときに車を駐車場で家族を待っている間に描くことがあるんですけど、こういう感じで途中で止まってしまうことがあるんですね。というのも持ち主が帰ってきてもうそのまま行ってしまうということで、制限時間がわからないスケッチ、ゲーム感覚でできるんで面白いんですけど、こういう風に中途半端に終わってしまうことがあるんですね。でこれを改善する、これに対策する方法としてシルエットを先に描いてしまえばいいのではないかと思ったので、今日はですねそれを動画にします。いろいろねまだ試している段階でまだ使いこなせていないんですけど、まず先に実践してみますね。これはね記憶で今書くんですけど、車をですね見た時に先にシルエットを捉えるんですよ。これはもう適当な車なので車種とかはもう全然もう何でもないです。適当な車ですね。部品とか全然デタラメ。そのうちね車についてとか動物について動画作りたいので、いつになるかはまだちょっとわからないんですけど、こういう動画作ってほしいとかなんかリクエストがあればぜひコメントで教えてください。こんな感じでね、先にシルエットを描いてしまえば、あとはどれぐらい書き込むかっていうのは後で調整できますよね。スケッチする時、特に外でスケッチする時なんかはこれがとても役に立つんじゃないかと思ってね、今研究してます。スケッチする時って暇さえあればできるんですよ。15分とかでもできるけど、誰かを待っている間とかの時間っていつ終わってしまうかがわからない。そういう時にこの書き方がとても役立つんじゃないかなって思うんですよね。ちょっと適当にいきますね。こんな感じで書くと後ろから見た車になりますよね。で逆に面白いのが、余談ですけど、さっきと同じようにシルエットから書いて、この形だけ見ると前から見てるのか後ろから見てるのかわからないですよね。これも線の重ね方でひっくり返すことができるんですね。こっちもちょっと適当にいきますけど、これ面白くないですか？こういうのがね簡単にできるっていうのがもう絵のもう最高な部分ですよね。脇道にそれましたけど、このシルエットを先に描いてしまえば作業工程としてもコンパクト化できますし、観察する力も身につくと思うんですね。観察と絵の完成度のバランス感覚も養えるっていう気がします。でシルエットを捉えるこの練習法っていうものをですねちょっと考えたので、写真を用意しました。これ自分の写真なんですけど、ネットにある画像ではなくてね、もうちょっと自分でこれは猫カフェに行った時の画像で、これは家族が偶然撮ったポーズが決まっていた写真があったのでちょっと使います。ちょうどねこれは棒立ちなんですけど、これはねシルエットとして形も出てるので、これとこれは公園で見た猫と鳩ですね。シルエットをどうすれば捉えやすいかっていうのをねやっていきたいと思います。観察するときは形だけを見る。で形とこの広さ、面積だけを意識するんですね。腕が手前に出てるとか影がどこについてるっていうのは一旦無視するんですよ。このシルエットだけを捉えるっていうのは二次元的な捉え方っていうんですかね。この遠近感とか影のつき方っていう三次元的なものは一旦無視するんですね。
書いている時にこの辺影がついてるなとか手前側に来てるなっていうのを感じ取ってしまっても一旦無視してください。今はこの形とこの形を引く時のこの広さだけに意識するんですね。でちょっと難しい言い方かもしれないけど、二次元的な認識と三次元的な認識をこの判断するっていう感じで意識してますね。今回はちょっとねそこまで細かい形は取らずに進めていこうと思います。こんな感じですね。形だけ見たらもうこんな、シルエットとして抜き取れるので、どれぐらい書き込むかはもうその時の状況で決めるっていうね、この加減ができるっていうね利点がありますね。であまり書き込みません。この時ね周りに猫がめちゃくちゃ群がっててすごい不思議な光景でした。持っているのは餌なんですね。でこれ肩の方にはもう隠れてますけど猫がいました。もうでもちょっと省略します。こんな感じでねっていうのが分かればいいので。でここもこの首がフードの中に入っている感じを出すにはこのオーバーラップを意識すれば書けます。全部ね線を引くこと自体がある意味二次元的な運動なので、運動というか現象、三次元的に見えているもの感じ取ったものを線に落とし込むっていうことなので、線を引くときはもう力を抜くだけ。この線画っていうのは紙の上でのペンの運動というふうにも捉えることができるので、このペンが自由に動かせるような、状態にニュートラルな状態にしておくことがいいのかなと思っています。こんな感じですね。でこれは棒立ちだから比較的やりやすいんですけど、今度ねこういう広く形が出ている時はペンをね長めに持って、最初からこういう細かい凹凸を捉えているわけではなくて、だいたい四角ここに角があるなとか、そういう印象をパッと掴んで、この力を抜いてこのペン先をちょっとずつニュートラルにして調整するような感じですね。どうかな。でこういう間が空いているところは何でしたっけ、この全体のシルエットはポジティブスペースで、この間のものはネガティブスペースっていう用語があったと思うんですけど、そういうふうに考えるとこの三角形を意識することで形を保ちやすいっていう感じですね。このシルエットの中にも図形が隠れていると思えば描きやすくなります。特定の描き方があるっていうよりは、自分が何を認識しているのかっていうのを把握できれば動かしやすいと思いますね。私もなんか特定の書き方を覚えた方がいいのかなと思ってた時期もありますけど、いろいろな書き方を個別に覚えて引き出すよりは、基本的な書き方心得て、であとはそれを調整するような感じでやれば書きやすいんじゃないかなと思って、今に至ります。なので人体とかの書き方も
解剖学とかも一応勉強して、自分が何を見ているのかっていうのを判断できるので、解剖学とかそういう知識があればね、この辺は足があるなとか、そういうのが判断できるようになるので、解剖学は勉強した方がいいと思いますね。こんな感じでシルエットができました。これもこういう線の重ね方を意識すれば描けます。めちゃくちゃ格好つけてるみたいですけど、これ一応偶然ですからね。めちゃくちゃキザな立ち方。こんな感じですね。はい、今度は鳩とかはね、結構シルエット分かりやすいと思います。サンドイッチみたいな三角形のみたいな感じじゃないですか。イメージしやすいもので頭の中でつなげると、なんていうか脳内ネットワークっていうんですかね、が出来上がって認識がしやすくなります。やっぱりペンはね、長く持っておくととてもやりやすいです。で、この鳩のこの長さに対してお腹の方が出ているので、こういう感じでね、ちょっとくちばしがまあいいや、こんな感じ。鳥の描き方とかもやってみたいんですよね。鳥描けるようになりたいので、いろんな描き方っていうか知識をですね、この動画にまとめたい。勉強してアウトプットも兼ねて動画を作って、想像とかで描く時の元知識があればね、いろんな応用が効くので、こんな感じですかね。こんな感じ。ちょっと模様省きますね。こんな感じ。この猫もね、もう 5,6 年前に撮ったものなんですけど、でこれは胴体の方ですね。もう本当に図形として見ます。頭がこの辺向いてるなとかは分かってもペンの方には影響させない。ペンはもうひたすらノートという平面の上で動く二次元的な、この上と下と斜めと動きしかないので、この動きを自由にできるように、できるだけ無駄な力を抜くっていう意識でやると描きやすくなりました。ちょっとずれましたね。これちょっとずれたかもしれない。なんとかなりますわ。いい感じじゃないですか。結構猫目の方が凹凸感が難しいですよね。そうで、図形として捉えるこの二次元的な捉え方と、この三次元的な、判断が区別できれば、見たまま描くっていうのも結構やりやすくなりますね。ちょっとだいぶ雑だけど、こんな感じです。この辺が足で、こっちが尻尾ですね。で、立体感とかを意識したかったら、このよくいろんなものでも紹介されてると思いますけど、こういうふうに線を引いてみて、
っていう風にやると理解がしやすくなります。私は1枚にこういう風に書き込むよりはシルエットで描いたものとでまたシルエットで描いてこの線とかで立体感を意識するっていう分けてやると結構レイヤー的に残せるのでこう1枚ずつ残してでなんか理解がしやすくなる気がしますね。でこれは記憶とか想像で書くときにもだいぶ活かせます。シルエットを先に捉える書き方っていうのはですね、例えばなんか人の顔を思い浮かべたときに女の人描きますね。ちょっと短めの先にこういう感じで決めてしまうんですよ。髪型の輪郭っていうかで、前髪があってでだいぶ目がでかくなりましたけど、こんな感じでね、先に輪郭を決めたら描きやすくなります。思い浮かべたものを描いている時に細部を細かいディテールを捉えようとすると全体像がぼんやりしてしまうので先にねシルエットを描こうみたいな感じですね。でシルエットで捉える時の観察のコツなんですけど、シルエットっていうのは見えている部分のこの境界線のことなんですね。裏側の方は見えないんですよ。当たり前ですけど、この光の反射が見えている限界の部分がこのシルエットになるわけですね。二次元的な見方と三次元的な判断とかいうものについてはもっと分かりやすい形で動画にまとめたいなと思っているので、またよければぜひ見てください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。他にも一発書きのメリットデメリットとか資料なしで書く方法なども動画にしてますので、よかったら見てくださいね。バイバーイ。